はいどうも、ゆうちチャンネルです。皆さんはレクサス UX ってぶっちゃけどう思いますか？レクサスのコンパクト SUV と聞くと、新型 LBX にばかり目が行きがちだと思うんですけど、実際 UX ってあんまり人気がないんですかね？私の肌感的には LBX、NX、RX は世間の注目度も結構ある感じがするんですけど、UX はこの3車種の影に隠れがちじゃないですか。ということで、レクサス信者の私としては、UX もちゃんと表舞台に立ってほしいという思いと、UX のスタイルが大好きっていう方も一定数いるはずですので、実際購入しようかどうしようか悩んでるっていう方もいるんじゃないかなと思います。今回は UX300H ハイブリッドモデルをグレード別で徹底解説させていただきます。現状 300H ハイブリッドモデルにはバージョン L、F スポーツ、バージョン C、そしてベースグレードの 300H の4つのグレード展開となっているんですが、すべてのグレードをですね、一つ一つ比較していくと結構な時間がかかってしまうのと、おそらくですね、ベースグレードを選ぶ方っていうのは、かなり少数派なのかなという思いもあってですね、今回はバージョン L、F スポーツ、そしてバージョン C、この3つのグレードの中で徹底比較させていただこうと思います。今回ベースグレードに関しては解説する中で補足情報的に紹介したいなと考えております。合わせてですね、今回の比較車両はすべて肉モデルで比較していきたいと思います。UX300H の中でもグレード別の価格差、標準装備の内容、オプション設定の詳細、同程度のオプションを装着した場合の乗り出し価格の差など、UX を購入しようと思っているんだけど、どのグレードにしようか悩んでいる方ですとか、いろんなグレードがあってどんな差があるのかよくわからない。そういった思いを抱いている方には、今回の動画はもってこいだと思います。また、今回の動画を見れば、実際の商談する場面でもスムーズに話が進むかと思いますので、購入検討していらっしゃる方はぜひ最後までご覧ください。よかったら、いいねやチャンネル登録で応援お願いします。過去動画ではですね、NX や RX、LBX なども徹底比較してますので、お時間ある方はね、ぜひ過去動画もチェックしてみてくださいね。それでは今日から UX マスターになるべく早速徹底比較やっていきましょう。まずは気になる価格の方からチェックしていきます。UX300H バージョン L の車両本体価格は539万2000円。続いて F スポーツは524万1000円。そしてバージョン C ですと480万3000円。ちなみにベースグレードですと455万9000円と LBX の車両本体価格460万円よりも安い価格設定となっております。各グレード間の差額はご覧の通りとなっております。バージョン L と F スポーツでは差額15万1000円。バージョン L とバージョン C では差額58万9000円。F スポーツとバージョン C の価格差は43万8000円となっています。ここで注目したいのは、まずはバージョン L と F スポーツの車両価格差が15万1000円だということです。また、バージョン C とその他グレードでは約40万円から60万円程度の価格差があることを覚えておいてください。この価格差にこれから解説する装備内容が妥当だと思われるのかどうなのか、その判断によっては上位グレードにするのか、それともバージョン L なのか F スポーツなのか、そのボーダーラインとなってくるかと思います。特にバージョン L と F スポーツでは価格差が15万円しかありませんので、どちらのモデルにしようか悩む方もいるのではないでしょうか。実際はバージョン L には標準装備でついてて、F スポーツには非装着なオプションなどもありますので、実質的な金額差はもっと大きくなるかと思いますが、そのあたりも動画の後半で全てのグレードの乗り出し価格を試算しています。オプションの詳細も詳しく説明しますので、そのあたりも全て含めてですね、どのグレードを選ぶのか、その判断基準にしていただければなと思います。ではまず、外観装備の違いについて見てみましょう。詳しい車両スペックが気になる方は画面を止めて見ていただければなと思います。
まずはフロント部からチェックしていきます。バージョン L ですとヘッドライトが標準で三眼ヘッドライトとなります。もちろん対向車や先行車等を自動で遮光する機能を搭載しています。しかし他のグレードではオプション装着となってまして、標準では LED のローハイの自動切り替えのみとなっています。ベースグレードに至ってはですね、オプションであっても三眼ヘッドライトを装着することができません。LED のフォグランプ、コーナリングランプはベースグレード以外すべて標準装備となっています。その他灯火類もですね、すべて LED 仕様となっています。外観装備の大きな違いは F スポーツのみ、メッシュタイプのグリルですとか専用バンパーモール、F スポ専用エンブレム、ナビ AIAVS、これは電子サスペンションのことですね。そしてリアにパフォーマンスダンパー装備などの走行性能に特化した専用装備が装着されることです。バージョン L とバージョン C ではですね、三眼ライト以外見た目に大きな違いはありません。違いがあるとすればですね、それはタイヤサイズとなります。バージョン L と F スポーツは18インチタイヤが標準装備となっていますが、バージョン C ですと17インチが標準装備となっていまして、選べるタイヤデザインにも若干の違いがあります。またですね、バージョン L と F スポーツではノーマルタイヤ、ランフラットタイヤ、どちらにするか選択することができるようになっています。続いて内装の違いを見ていきたいと思います。まずはバージョン L です。内装色はブラック、ソリスホワイト、ホワイトアッシュ、ヘーゼル、この4色から選択可能となっています。続いて F スポーツはどうかというと、ブラック、ソリスホワイト、フレアレッド、この3色から選択可能となっています。続いてバージョン C になるんですが、ブラック、ホワイトアッシュ、ヘーゼル、コバルト、この4色から選択可能となっています。どのモデルもある程度自由に選べる仕様とはなっているようですね。しかし、シート素材に関しては違いがあります。バージョン L では標準で本革シートとなっているんですが、F スポーツではベンチレーションをオプションで付けないと LTEX、つまり合皮となってしまいます。バージョン C ではですね、もうそもそも合皮しか選ぶことができません。そしてベンチレーションすらつけることができないんですね。ということは、ベンチレーションが絶対に欲しいという方は、もうその時点でバージョン L か F スポーツ、この2つのグレードしか選択できないということになります。F スポーツでも本革シートにしたいのであれば、オプションであるベンチレーションをつけるしかないということなんですよね。LBX と UX の大きな快適装備の違いっていうのは、このベンチレーションがあるかないかですので、まずここでの判断がグレードを選ぶ上で重要ファクターになってくるかと思います。それでは車内装備についても見ていきましょう。12.3 インチフル液晶メーター、そして 12.3 インチのディスプレイオーディオプラス、ステアリングヒーター、レクサスクライメートコンシェルジュ、こちらに関しては全てのグレードで標準装備となっております。ここは嬉しいですね。これは車内のメイン装備的なものですので、ここで差別化してなくて安心しました。F スポーツでは F スポ専用のメーターですとかハンドル、スカッフプレート、ドライブモードの追加設定、アクティブサウンドコントロールなどが専用装備となっております。で、アクティブサウンドコントロールっていうのは車室の前方から車内に向けてですね、特殊な音を付加して実際のエンジン音ですとか排気音などと強調させることで、運転者が加速感ですとかエンジンの状態をより実感しやすくするためのシステムのことです。端的に言ってしまえばですね、より躍動感のあるエンジンサウンドを疑似的に作り出すシステムのことです。このあたりはやはり F の称号をね、付与されたモデル特有の装備となっています。では、その他のグレード装備はどうなっているのかというと、まず、バージョン C にはレクサスロゴのスカッフプレートはつきません。そして、運転席、助手席のニーパッドは樹脂素材となります。ハンズフリーパワーバックドアもオプション扱いとなってしまいます。バージョン L ではレクサスロゴのスカッフプレートがもちろんつきますし、ニーパッドもソフトパッドとなります。もちろんパワーバックドアも標準装備となっています。もう一つの違いは、バージョン L ではフロントドア部のガラス、こちらが遮音ガラス、つまりペアガラス仕様になるんですが、F スポーツとバージョン C では通常のガラスとなっています。
ヘッドアップディスプレイ、パノラミックビューモニターに関しては、すべてのグレードでオプション扱いとなっています。注意すべきは、ヘッドアップディスプレイを装着すると、パノラミックビューモニターも自動装着となってしまう点です。ですので、必然的に価格自体も高くなってしまいます。一応、パノラミックビューモニター単体だけでもオプションで付けることは可能となっています。続いて、予防安全装備について見ていきたいんですが、ここはね、朗報です。特にグレード別で機能差とかはありませんでした。本当にね、これは良かったです。安心しました。すべてのグレードで同じ予防安全装備が標準でついています。安全装備にもグレード差が出てたらちょっと悲しくなりますもんね。レクサスが安全装備をね、グレードでケチるのかよってなっちゃうと思います。まあ装着してるね、装備の兼ね合いでどうしてもね、使えない機能っていうのが出てきてしまうっていうのは仕方ないんですが、今回は何よりでした。それではここでグレード別オプション設定の紹介とボディカラーに関しての詳細をお伝えしようと思います。オプションに関してはグレード別で装着可能なものとそうでないものと結構複雑になっていますので、わからなかったら画面を止めながら確認してみてください。よろしくお願いします。UX では F スポーツモデルのみボディとルーフの色を変えるといったバイトーンカラーが選択できます。ルーフの色はブラックで統一されます。価格は7万7000円となっています。その他のグレードではボディ同色となってまして、バイトーンなどの選択はできません。また、ヒートブルーですとかソニックカッパーなどの特別色、こういったボディ色はオプション価格となっています。価格はご覧の通りとなっています。続いて、グレード別のメーカーオプション設定に関してです。まず、バージョン L では三眼のヘッドライト、フロント席のベンチレーション、ITS コネクト、ハンズフリーパワーバックドア、これらはすべて標準装備となっています。では F スポーツはどうかというと、三眼ヘッドライト、フロント席のベンチレーション、ITS コネクト、こちらはオプションで装着する必要があります。そしてバージョン C なんですが、こちらも同じくオプションで装着できるんですけど、先ほどもお伝えしましたが、ベンチレーションだけは装着することができませんので、ここはね、注意が必要かなと思います。そしてバージョン C ですとパワーバックドアに関してもオプション設定となっています。ヘッドアップディスプレイですとかパノラミックビューモニター、置くだけ充電、ムーンルーフとかのこういった装備はどのグレードであってもオプションで装着することができます。しかし、マーク・レビンソンプレミアムサウンドシステムに関してだけはバージョン L と F スポーツ、この2つのグレードにしか装着できませんので、ここも注意が必要です。やはりですね、バージョン L では快適装備が基本的に標準装備となっている反面、他のグレードではそのあたりがオプション設定となっていまして、ここで差別化がまず図られていますね。さらに、バージョン C ではそもそもね、オプションでも付けられない装備も出てきていますので、ここも車両本体の価格差に対しての差別化が図られている部分じゃないかなと思います。で、ベースモデルに至ってはですね、三眼ヘッドライトですとかベンチレーション、もちろんヘッドアップディスプレイ、パノラミックビューモニター、こちらすら装着できない仕様となっていますので、もはやですね、売る気があるのかと思えてくる仕様となっています。ではここでバージョン L にだけ標準装備となっているオプション、こちらを他のモデルに装着すると仮定した際の合計金額を確認してみましょう。バージョン L で標準装備となっているのは三眼のヘッドライト、オプション価格16万5000円。フロント席のシートベンチレーション25万3000円。こちらは F スポーツに装着する際のオプション金額となっています。そして ITS コネクト2万7500円となってまして、合計金額はなんと44万5500円となります。ベンチレーションについては F スポーツにしか装着できないとはなってはいるんですが、バージョン L と同等の装備を付けようとすると車両本体価格にこの金額が上乗せされるということですね。この金額分が上乗せになるっていうのは結構ね、大きく感じるのではないでしょうか。じゃあ実際ですよ、乗り出し価格は一体いくらになるのか試算していきましょう。今回試算する上で付けたオプションはご覧の通りとなっております。
基本的にバージョン L と同等の装備となるように、全てのグレードで装着可能な装備は付けています。またですね、ヘッドアップディスプレイですとか、パノラミックビューモニターは装着する方がまあ多いだろうなと思いまして、資産に組み込んでいます。あとですね、ドライブレコーダーとフロアマットも一応乗り出しには必要だろうと思ってですね、見積もりには入ってはいるんですが、このあたりは皆さんのお好みで判断してください。それとですね、私の個人的な判断で F スポーツにはね、オレンジキャリパーがマストだと思ってますので、勝手にぶち込んでいます。ということで、試算してみた結果はというと、バージョン L の乗り出し価格は総額575万8890円となりました。続いて F スポーツはというと、総額609万7390円となりました。バージョン L と F スポーツの価格差は33万8500円という結果となっております。なんと、車両本体の価格差時点では、バージョン L の方が15万ほど高かったはずなのに、実際同程度のオプションを装着すると、金額差はガラッと逆転しまして、F スポーツモデルの方が約34万円も高い結果となりました。これはちょっと驚きの結果となりましたね。やはり大きかったのはオプション費用の金額ですよね。バージョン L と同等の装備をつけると、もうそれだけで44万5500円上乗せとなるのはやはりでかかったですね。しかし、仮に三眼ヘッドライトとベンチレーションのみ、この2つのオプションを装着したとしても、その費用はなんと41万8000円はかかってきますので、結果、乗り出し価格で見ると、F スポーツモデルの方が高くなってしまうっていうのは否めない事実かなと思います。ということはですよ、逆にオレンジキャリパー代を抜くと、F スポーツ専用装備にかかる費用っていうのは約30万円だということが分かりました。皆さんはこの価格差をどう思いますか？ 30 万円上乗せすると、専用のメーターですとかハンドル、専用のエクステリア、ナビ AI、AVS、パフォーマンスダンパー、アクティブサウンドコントロール、ドライブモードの追加設定などを手にすることができるというわけです。それでは、バージョン C ではどうなのか、実際の乗り出し価格見てみましょう。その結果はというと、総額544万4890円となりました。バージョン L との金額差は31万4000円となっています。皆さん、この価格差に関してはどう思われますか？この金額を上乗せすると、本革シートになってベンチレーションも装備されます。タイヤも一回り大きい18インチが標準装備となりまして、フロントドア部のガラスが遮音ガラスに、そしてメーカーオプションの選択肢も増えます。さらにソリスホワイトの内装色も選べるようになるんですよね。だったらバージョン L を選ぼうかなと思われる方も多いんじゃないでしょうか。実際 F スポーツモデルを選ばれる方っていうのは、もう購入検討当初からですね、F スポーツ一択の方が多いかと思いますので、悩まれる方の多くは外観のスタイルが一緒なバージョン L とバージョン C、この2つのグレードのどっちを選ぼうかと思う方も多いのかもしれません。どうでしょうか？私はこの金額差なら迷わずバージョン L を選ぶかなと思います。ということで、今回は UX300H を徹底解説させていただきました。さすがに今回はですね、3つのグレード比較でしたので、かなりのね、長尺動画となってしまいましたが、いかがだったでしょうか。今年の年次改良を機にですね、フル液晶メーター、大型ディスプレイナビプラス、そしてハイブリッドバッテリーも新世代となりまして、大幅なリニューアルを果たした新生 UX、商品力も大幅にアップしましたよね。今回の動画がきっかけで少しでもレクサス社ですとか UX 好きが増えると私としては嬉しい限りかなと思います。このチャンネルはレクサス関連や独自の比較系動画を自由気ままに配信しております。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。